おはようございます。メリカミ太一です。今日は青首マガモを使ってサルミ・ドゥ・コルベアを作っていきます。今回は古典的なサルミという調理法です。一旦ロティして生で揚げたものを最後ソースの中で火を通すという古典的な技法です。途中コルベールの下処理、あとブリで糸で縛る作業などもあります。最後ソースの仕上げのもありますので、最後まで見ていてください。それでは始めましょう。まず両足を関節のところで落としていきます。関節にきれいに入ればこのようにスッと切れます。その後ひっくり返して首の部分ですねを下から皮を持って皮をピンと張って背中の方ですね、背中の方の面の皮を切ります。このようにあと首の骨を出して極力引っ張ってですね、胴体に近い部分で切り落とします。もちろん首づるの部分は後で銃を取るのに使いますので置いておいてください。もちろん手羽先の部分も関節で落としてあります。この下処理ですけども、鶏の下処理で他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。この後きれいに取れたらここに気管と食料を貯める袋がありますので、それをきれいに取り除いてあります。まず皮についてますので皮からよく外してきれいに処理してあります。気管と食料を入れる袋が皮から外れたら、首の上の方から指を入れて肺を肋骨から剥がしていきます。指を入れて肋骨をなぞるような感じに指を回すときれいに剥がれます。肺が肋骨からきれいに剥がれたら反対に回してお尻の方から中の内臓をきれいに取り出します。次にもも肉を外していきます。休日の部分ですね。このように胸の方に皮を寄せてまず切り目を入れます。そしてひっくり返してちょうど腰の部分にあるオリーブミートと言われる部分、ソリレースですねの部分をきれいに外しながら関節を脱臼させ、左手で肉を引っ張りながら包丁で助けて休日もも肉を外します。反対側も同様です。次にフルシェットと言われる部分、V 骨の部分を取っていきます。まず表面の薄皮を包丁で削って剥がしてやります。骨が出てきたらその後骨の横に包丁を入れてこのような感じに関節で外します。このフルシェットと呼ばれる部分 V 骨ですけども、全ての鳥には存在します。今回コルベールで骨が硬いですけども、鳥、鳩、うずらなどは骨が細くて柔らかいので折れないように気をつけてください。今回胸肉は馬頭という形に処理します。馬頭、直訳すると船という意味ですけども、骨と胸の肉がついた状態で下処理をします。このことを馬頭にすると言います。馬頭にする利点は骨がついているので肉の縮みが少なく柔らかく仕上がります。先ほど取っておいた首づる、手羽先、背中の部分をコンカッセにしていきます。これは銃を取るときに使います。余分な脂、尻尾の部分は取り除いて包丁でコンカッセにしていきます。手羽と背中の骨の部分に関してはハサミを使ってコンカッセにしていきます。ちなみにこのハサミは盆栽用のハサミです。この盆栽用のハサミ結構使い勝手が良くて、鳩だとか子羊の骨を切る時にも使ったりします。今回馬頭になった鴨の胸肉のブリで糸で縫い付ける方法をほぼノーカットで紹介します。まずタコ糸は二重にします。腕の部分と首の皮の部分をピンと引っ張って肩甲骨あたりですね、背中の骨と一緒に縫い付けます。その後下に余っている皮を内側に引っ張って横の部分の皮と下に余っている部分の皮を一緒に縫い付けます。このような感じに一周回る形になります。
針を外した後ギュッと縛っていきます。この時1回2回回してよく縛った後に片方の糸を寄せるとこのまま糸が動いたりしないので簡単にもう一回肩結びができます。このように腕がロックされていて皮がきっちりピンと張った状態になっているのがバトンをブリでする時の方法です。ソースを作る時のエシャロットをエプルシェしていきます。この時乾いた皮、腐ってないかきっちり確認して根っこを残しながら皮を剥きます。エシャロットを縦に半分に切ってよく切れる包丁で縦に薄く切り目を入れていきます。この時よく切れる包丁を使ってください。玉ねぎ系は包丁が切れないと繊維を潰してしまいますので、潰してしまうとネギの草や匂いが出てしまいます。なのでよく切れる包丁を使って細かくしずれしてください。それでは鍋を温めて油を入れている間に先ほどのコルベールのバトンになった部分とももの部分を汗染め、塩コショウで下味つけていきます。下味、汗染めする時ですけども内側の部分もきっちり汗染めしてください。こうすることによって中から味が肉に伝わっていきます。最初にももの部分を焼いていきます。ももも皮面じゃない内側から焼いてください。いきなり皮面を焼き出すと一気に縮んでしまうので皮面がきれいに焼けません。バトンの部分ですけども、まず前面の首に近い部分からゆっくり焼いていきます。この時中火でじっくり表面を焼いていきます。ももの部分は内側が焼き固まったのでひっくり返して皮面をじっくり焼いていきます。今回の古典的なサルミという調理法ですけども、利点としてはまずロティすることによって香ばしい味が肉につくということです。その後最終的にソースの中でじっくり火を入れるということなので肉がしっとり上がります。このタイミングで先ほどコンカッスにした骨も入れます。このタイミングで入れることによってきっちり骨の芯まで焼き切ることができます。このサルミという調理法ですけども、基本的にジビエの鶏などによく使われる調理法の一つです。今回コルベを使ってますけども、鳩でも美味しく作れます。表面全体がきっちり色がつくように少しずつ鴨を動かしながら全体的に色がつくように焼きます。このような感じに全体的に転がしながら綺麗な色がついたら引き上げます。この段階で火の入り具合はブルー、生の状態です。肉を引き上げて休ませます。ロポゼという作業です。この時胸は取り出しますけども、ももはそのままゆっくり火を入れ続けてください。10分間ロポゼ休ませた後に肉の方を下ろしていきます。おろした肉を保存するバット、プラックにこんにゃくを入れ、あと鴨の茶色いだし汁、フォンブランドキャナーを入れます。フォンブランドキャナーはフォンブランドボラユの動画を参考にして撮ってみてください。鶏の骨を鴨の骨に変えるだけです。鴨の胸肉をおろしてバットに並べていきます。このような感じにかなりブルーの状態に上がっています。生の状態です。あとこのおろした後の骨ですけども、この場でコンカッセにして折っている銃に入れます。おろし終わった後、内側にある筋や血の塊は取り除きます。
きれいに掃除ができたらバットに並べて50度のオーブンで保温します。この段階でキュイソン、火の入り具合はブルーですけども、このまま50度のオーブンでゆっくり保温することによって火の入り具合、キュイソンがブルーからセニャンに変わります。おろし終わった後の骨を使って最後にソースを仕上げていきます。まずこの骨をコンカッセにします。この時ももキュイスの部分はまだずっと火を入れています。コルベールなど野生の青首マガマはかなり硬いので、完全にビアンキュイコンフィ状になるまでゆっくり火を入れていきます。骨はきれいに焼き切ります。このような感じにきれいに焼き色がついたら余分な油をまず捨てます。デグレッセという作業です。少量の油を残して先ほど切ったエシャロットを入れます。この時鍋底についたうまみを剥がしながらエシャロットにきっちり火を入れていきます。エシャロットに火が入ったらここで白ワインバンブランを入れます。よく沸かしてアルコール分を飛ばしてください。フランベという作業です。白ワインが半量まで煮詰まったらフォンブランドキャナ、鴨の茶色いだし汁を入れます。フォンブランドキャナ、鴨の茶色いだし汁は鶏の茶色いだし汁、フォンブランドボライユの動画を参考にして鶏の骨を鴨の骨に変えて取ってください。このままキュイスを入れたままゆっくり煮詰めていきます。ももの部分に火が入ったので取り出します。キュイス、ももの部分をモンショネ、この骨を出す作業のことをモンショネと言います。食べやすいように太ももの部分、オードキュイスの部分の骨を外します。ソースがいい感じに煮詰まったのでパッセこします。最後ソースの仕上げに使うトリュフをエプルシェしていきます。皮を剥いていきます。この時まずエコノム皮剥き器を使って全体的に剥いていきます。その後剥き残したところを小さい包丁ペティナイフを使って剥きます。美味しい黒トリュフの見分け方ですけども、少し切って切り口を確かめた時に白い繊維がはっきり出ているもの、黒い部分がより黒いもの、あと最終的には香りです。香りを嗅いで美味しいものを見分けてください。今年の黒トリュフの相場はだいたいキロ1000ユーロぐらいです。ソースに入れるシャンピニオンのパリ、マッシュルームをエプルシェしていきます。シャンピニオンパリ、キノコ類は極力洗わない方がいいです。洗ってしまうと水分を吸ってしまって水っぽくなってしまいます。先を落として包丁を使って皮を剥きます。剥き終わったシャンピニオンを8等分にします。最後ソースを仕上げていきます。シャンピニオンを入れて火が入ったところに先ほど保温しておいた胸の肉を皮目を上にしてゆっくり温め直します。その後トリュフ、エプルシェしたトリュフをスライスして入れていきます。この温め直す作業でキュイソン、火の入りがセニャンから若めのロゼに変わります。最終的にソースの中でトリュフと一緒に
火を入れることによってトリュフの香り、ソースの香りが肉に染み込みます。肉を取り出してソースを味見して美味しければソースの完成です。それではドレッセ盛り付けていきます。このような感じに筋肉の繊維を断ち切る感じに均等な厚さにスライスしていきます。今回の付け合わせはポム・ド・テル・デュセスです。また動画を上げますのでそれを参考にしてください。それでは熱いお皿の上にポム・デュセスを乗せ、先ほどスライスした鴨の胸肉を乗せます。この段階でキュイッソン、火の入り加減は若いロゼですけども、熱いお皿の上に置いて熱いソースをかけてちょうどいいキュイッソンになります。最後よく温めた熱々のソースを上からかけてサルミ・ドゥ・コルベーの完成です。このサルミという調理法は鳩でもジビエの鶏でも非常に美味しくできます。ぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。